Get ready for Your dream home. launch episode. Navigator Hikaru Kana. 骨組みがグラグラだったら住みたくないよね。この力で壊れると全長がなくて急に崩れるから超危険。食べ物じゃないよ。見た目もかっこいいし自信にも強いから一石二鳥。皆さんこんにちは。はかるかなです。ねえみんな、普段歩いてる時にふと建物を見上げて、これなんで倒れないんだろうって思ったことない？地震が来ても台風が来ても雪がどっさり積もっても、建物ってちゃんと私たちを守ってくれるよね。実はこれ、建築家さんや構造のプロたちが見えない力と戦ってめちゃくちゃ頭を使って考えてくれてるからなんだよ。今日はそんな建築構造の仕組みを身近な例や簡単な実験で分かりやすく紹介していくよ。引っ張り、圧縮、曲げ、切断、ちょっと難しそうに聞こえるけど、この動画を見たら絶対わかるから大丈夫。建物を支えてる骨組みの秘密、一緒に見ていこう。まず最初に、建築構造って私たちの生活でどんな役割をしてるのかざっくり見てみよう。建築構造っていうのは、建物にかかるいろんな力に負けないようにしっかり支える骨組みのこと。人間で言うと骨だね。どんなにおしゃれでかっこいい建物でも骨組みがグラグラだったら住みたくないよね。だから建築構造は建物の安全を守る縁の下の力持ちなんだ。しかもこの骨組みって見える柱や梁だけじゃないんだよ。地面の下に隠れてる基礎や杭、そして土台になってる地盤まで全部ひっくるめて考えるんだって。じゃあ建物に働く力とそれに立ち向かう仕組みについて特に大事な4つの力を紹介するね。1つ目は引っ張り。これは物を両側からビューンって引っ張る力のこと。輪ゴムを両手で伸ばす時の力、まさにあれ。建物だと吊り橋のワイヤーとかコンクリートの中に入ってる鉄筋がこの引っ張る力に耐えてるんだ。コンクリートって硬いけど引っ張りには弱いんだよね。だから鉄筋が入ってその弱点をカバーしてるんだ。2つ目は圧縮。これは物を両側からギューッと押しつぶそうとする力。スポンジを手でぺちゃんこにするイメージ。家の柱がこんな風に潰れたら大変だよね。押しつぶされる面積が広いほど強くなるから、高いビルほど柱が太いんだよ。建物の一番下にある基礎とか柱が建物全体の重さを支えるためにこの圧縮力と戦ってるんだ。3つ目は曲げ。これは両端を支えたものの真ん中を押して下に曲げようとする力。定規の両端を押さえて真ん中をぐーっと押すとほら曲がるでしょ。橋や建物の梁もこの曲げる力に耐えてるんだ。この力に負けちゃうとたわみが大きくなりすぎちゃうんだ。だから柱の間隔を狭くするなど工夫が必要になるんだけど、なくても良かったはずの柱が増えるとその分コストも増えちゃうよね。最後は切断。これはハサミで紙を切る時みたいに反対向きの力が同時に働く力。地震で建物が横に揺れる時、壁や柱にこの切断力がかかるんだ。この力で壊れると全長がなくて急に崩れるから超危険。だから構造設計では特に注意して計算してるんだよ。どう？この4つの力が建物にどう働いて骨組みがどう頑張ってるかちょっと見えてきた？こういう力に対抗するために昔からいろんな骨組みの作り方が考えられてきたんだ。その中でも代表的なものを紹介するね。まずはラーメン構造。食べ物じゃないよ。これは柱と梁をがっちりつなげて門みたいな形を作る骨組み。壁の位置を自由に決められるから大きな窓や間取り変更がしやすいんだ。オフィスビルとかマンション、学校なんかでよく使われてるよ。次は壁式構造。柱や梁じゃなくて壁そのもので建物を支える方法。壁が厚いから地震や火事に強いのがメリット。ただし壁に大きな窓を開けたり
後から間取りを変えたりするのはちょっと難しいかな。鉄筋コンクリートとかコンクリートブロック、木の枠組みなんかで作ることが多いね。5階建てくらいまでのマンションとか低層の建物でよく見かけるかな。3つ目はトラス構造。棒を三角形に組み合わせてめちゃくちゃ頑丈な骨組みを作る方法。三角形は形が変わらないからすごく安定してるんだよ。軽いのに丈夫だから体育館の屋根とか工場の屋根、それに橋なんかでもよく使われてるよ。最後はシェル構造。卵の殻みたいに薄い板でカーブした形を作る骨組み。薄くて軽いのに力を全体に分散できるから超強い。だから柱なしでもドームとか美術館みたいな大きな空間を覆えちゃうんだ。見た目もかっこいいし地震にも強いから一石二鳥。こんな感じで建築のプロたちは用途やデザイン、予算なんかを考えながら一番良い骨組みを選んでるんだね。そして最後にこの建物本当に倒れないってすっごく細かい計算をして確認してるの。この計算がパズルみたいにピタッとはまると丈夫で経済的な最高の骨組みが出来上がるってわけ。計算方法もざっくりした簡単なものからめちゃくちゃ詳細に計算するものまでいろんな種類があるんだって。はい、ということで今回は建築構造の基本と代表的な骨組みを紹介しました。今日のポイントをまとめるよ。建物を支える4つの力、引っ張り、圧縮、曲げ、旋断。代表的な骨組み、ラーメン構造、壁式構造、トラス構造、シェル構造。安全な建物は地道な計算と工夫の結晶。この動画で建物がどれだけすごい技術で支えられてるかちょっとでも感じてもらえたら嬉しいな。このチャンネルではこれからも建築やテクノロジーの面白い話を楽しく分かりやすく紹介していくよ。役に立った、面白かったって人は高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次回の動画で会おうね。はかるかなでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。